あそこで串に巻きつけて、こう上昇してですね、今この上の段と下の段で焼いてるんですよ。一匹一匹全部これ手作業でねさばいていて、今ちょうどアジをさばいてます。今ちょうどかまぼこを作ってますので、ちょっと見ていきたいと思います。こう順々に落ちてってですね、これがこの機械を通って出てくると。はい、どうもこんにちは。安岡かまぼこの安岡弘和です。宇和島も春らしくなってきました。で、コロナもだいぶ落ち着いて、今からですね、人がまた動き出すようになると思うんですけども、実は安岡かまぼこでもじゃこ天とかかまぼこを作っている様子を、間近でこう工場見学できるスペースがあってですね、今日は今ちょうどかまぼこを作ってるので、今からかまぼこの工場見学をちょっとご案内したいと思います。こちらですね。かまぼこって想像したら、こういう板かまぼこを想像されると思うんですけども、なんで板がついてるか知ってますか？この木はどういう木を使っているか知ってますか？ということも、そういったところもちょっと交えながらですね、ご案内していきたいと思います。はい、じゃあ今からいきますね。でこういったショーケースもあって販売もできるようになってますので、こちらに魚もこう泳いでたりとかですね。でこちらでちょっと履物だけちょっと履き替えていただいていくようになります。はい。でこれ工場見学のこの通路が30メーターぐらい、だけあるんですけれども、順路的には奥から魚さばいてますので、行ってみたいと思います。ちょうど今ちくわ焼いてますね。ちくわ今串を抜いてたりとか、せっかくなんで、あれがちくわですね。ちくわ今串にすり身を巻きつけてこう順々に焼いていく様子が見られるんですけど、こうやって間近に見られるのもすごいなかなかない機会だと思うので、かまぼこってそもそも昔、もう大昔ですね、ここの先にすり身をこうつけて、で焼いて作ったのがそもそもの始まりと言われてて、でその見立てがですね、これ知ってますかね、これガマノホっていう植物、それがガマノホっていう植物に似てたんで、これでここでかまぼこになったっていうような歴史もあったりします。これはもう焼きちくわなんでね、もともとはね。皆さんが想像してるかまぼこはこれなんやけど、もともとはこのちくわが原型っていうような感じです。はい。でちょうど今焼いてるんでご案内したいと思うんですけど、あそこで串に巻きつけて、こう上昇してですね、今これ上の段と下の段で焼いてるんですよ。で上の段でこういって下に降りて、こういってでまた下に降りて、今こういってるんですけども、ちょっと上焼いてる様子がちょっと見られないけど、上じっくりですね、すり身まだ柔らかいのでそれをゆっくりこう固めるというか、じっくり火をこう通しながらこう焼いていって、で下にこう降りて、下の段で最後仕上げっていうような感じですね。下の段のこっちとこっちで焼いてるんですけど、こっちはゆっくりほら回るよ、わかりますかね、ゆっくり回るよ。でこっちはある程度高速でこうくるくる、結構速いスピードで焼きよる。だけど最後の色付けのところでこう色ムラがないようにこうスピード速くしてですね、こうさっと色付けてこう焼いてると。で焼き終わったらすぐに串抜くと串にすり身がついたりとかするので、こう焼き終わったらこっちに焼き終わったら、ここで粗熱取ってるんですよ。こうやって粗熱を取って、で最終的に串を抜くというようなことだったりとかですね。でちくわを皆さんね想像したら穴開いてると思うんですけど、あれなんでだろうって考えた時に、やっぱり串をこう抜くけん、今串抜いてるけどね、穴が開くっていうようなところで、普段あんまりちくわとかそういうことも意識しないと思うんですけど、こういった工場見学を通じて、こうやって間近でね見ることができるので、そこも見どころですので、またよかったら見てくださいね。で今やりきてこういって、ここで冷却今冷ましてます。
で上に行って上の段から下の段にこうじゅんぐりじゅんぐりで最終的にここでこう開くと。で中心温度90度ぐらいのものがもう10度ぐらいまでこう一気にこう冷ますのが冷却の役割で、その時間が短ければ短いほど菌がつきにくいし、すぐに人の手が触れることなくこう冷却してですね、いうようなところで作っています。はい、それではかまぼこ行ってみましょう。こういったかまぼこ板も準備してますので、もし来られた方ゆっくりね、ぜひ見ていただいたらと思うんですけど、こちらです。今ちょうどじゃこ天に使う魚をさばいてるんですけど、一匹一匹全部これ手作業でねさばいていて、で今ちょうどアジをさばいてます。これはじゃこ天になるんですけど、アジは。で今から紹介するかまぼこはこの魚なんですよ。エソっていう魚で、なかなか馴染みがないと思うんですけどね、これは今ちょっと現物ないんですけど、これぐらいの魚、これぐらいとかこれぐらいになったりするんですけど、骨がすごくて、エソの尻尾の方、その尻尾の方はですね、お刺身にするとすごく美味しいんですけど、このお腹周りとか体の方は骨がすごくてすごく美味しい魚なんですけど、宇和島の方では覆面っていう郷土料理に使ったりとか、そぼろにして使ったりとかっていうことは使ったりはするんですけど、焼き魚とか煮付けにはちょっと向いてなくて骨がすごいんで、どうしてもこう敬遠されるような魚なんですね、このエソで。こういったなかなか調理しづらい製品を加工することによってこういったかまぼこになるんですけど、食品ロスの観点からですね、昔からもこのかまぼこ屋さんではこのエソっていうかまぼこを非常に好まれて品質の高いかまぼこができるっていうのですごく人気の魚なんです、エソっていうのが。そういった意味で食品ロスにも貢献している、SDGs ですね、今に言うそういったことも昔からやってるっていうのが本当にこういったかまぼこのすごい特色だと思います。部分的なここでこう魚をさばいて、で隣の部屋ですり身を練っていきます。今ちょうどかまぼこを作ってますので、そこちょっと見ていきたいと思います。こういった間近で、職人さんがですねかまぼこ作ってる様子を見られるっていうのも本当にいいことだなというふうに思います。今ちょうどかまぼこを作ってるんですけども、こう板にですね、板にかまぼこのすり身を乗せて、こう連続的にこう流れていってるのが間近で見られます。すごいですね。もうどんどんいきます。ほら、あれがかまぼこの板がこう順々に落ちてってですね、それがこの機械を通って出てくると。それであれ成形機ですね。ここで上身と大身と上身がこう合体して板の上に順々に乗っていくっていうような感じです。でトン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 こうやって今板に合わせてですねすり身をカットしてこう流れていってます。はい。でそれがですね、これ今度赤いこの火のトンネル、ほら火のトンネルに入ってですね、隣の部屋に行くようになります。はい、それでは行ってみましょう。でこういったじゃこ天にまつわるこう栄養素のこととかかまぼこの栄養素のことについてもこうやって書いてるので、また来た際には見てみてください。はい。でここ今このトンネルを通ってですね、今そのままこれが包装ですね、包装してるっていうようなところです。小田原のかまぼこなんかは山が高くて非常に綺麗な扇形なんですけど、宇和島のかまぼこは山が低くて、であとちりめんじわが特徴なんですけども、これを機械で一つ一つですね包装していってます。この機械も高いんですよ。もう年々かまぼこの消費が落ち込んでいて、
でそれに合わせてやっぱりかまぼこも売れなくなると機械も売れなくなるっていうことで、そういったいろんな意味でですね、こういったかまぼこの機械なんかも非常に高くなってるっていうのが現状です。はい、で今ちょうど包装したやつをですね、せいろに入れて、それを今度蒸し器に入れて、で今度蒸し終わったら出して冷却ですね。で冷却することによって、ちりめんじゃがきれいなシワがねできるので、またそういったところもちょっと考えながらですね、かまぼこを食べていただいたら嬉しいなというふうに思ってます。はい、ここでクイズです。今作ってるこのかまぼこですね、このかまぼこに板がついてるのはなぜでしょうか。このかまぼこについてるこの板ですね。なんでかまぼこに板がついてるか皆さん分かりますか？はい、正解はですね、保存の役割なんですね。かまぼこの水分を板が吸収して保存性を高めているっていうことで、昔から本当に重宝されています。でこのかまぼこの板なんですけど、安岡かまぼこでは使ってる板ですね、木の種類ですね。木の種類は杉です。他の地域ではですね、もみの木を使ったりとかっていうところもあったりもします。今作ってるこのかまぼこを作っていただいてみたいと思います。安定のうまさです。で宇和島のかまぼこは山が低くて、このちりめんじわが特徴なんですけど、味わいはですね、塩味でほんのり塩が効いてるような感じです。全然甘くないですね。非常にさっぱりして食べやすいですね。でこういったかまぼこは高タンパク質低カロリーで体にもいいので、ぜひ皆さんかまぼこ食べて、暑い夏、これから来る暑い夏をまた乗り切りましょう。こういったかまぼこを食べてですね、免疫力をアップして、風邪とか体調管理に、ぜひお役立ていただきたいと思ってます。はい、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。安岡かまぼこではですね、こういったかまぼことかじゃこ天とか一生懸命作ってますので、またぜひですね、こういった工場見学なんかを通じて、一人でも多くの方にこのかまぼこの魅力が届いたら嬉しいなというふうに思っています。はい、ということで、安岡かまぼこではこういったかまぼこの魅力とか宇和島の魅力をまた随時お伝えしていければと思ってますので、 YouTube チャンネルの登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、そしたら失礼いたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。